はい、こんにちは。雪組と申します。今回もテストサーバーで動画を作ってきたので、満を持して登場、新異能キャラクター、オフィサーフィオナの性能と使用感を解説していきたいと思います。先にフィオナの評価を述べておくと、最適編成に関しては DPS は微増。ですが、プレイフィールに関しての付加価値がかなり高く、また恩恵武器としてもかなり良いパフォーマンスを発揮できるという評価です。それではまず、フィオナの性能と使用感から解説をしていきます。サボテンダメージに関しましては、旧最適編成と比べて 5% から 10% ほどの DPS 上昇でした。一番伸びたのが雷編成で、旧最適編成がこの装備で 230M、フィオナ編成で 266.3M と 15% ほど DPS が上昇しました。各編成での具体的な数値につきましては DPS 分析の章でまとめて紹介します。フィオナの大きな特徴はメインスキルの他に6種類のサブスキル、三流スキルを持っているという点です。フィオナのスキル設定画面に新たに三流スキルの設定画面が追加され、6種類のうちから2種類の三流スキルを設定して使用できます。ボタン1に設定した三流スキルはメインスキルと同時に使用され、ボタン2に設定した三流スキルはフィオナを表にしていなくても任意のタイミングで使用することができます。三流スキルはフィオナのアバター特性により強化され、フィオナ編成では基本的にフィオナのアバター特性を使っていくことになります。アバター効果適用後の三流スキルの効果を説明します。ハイドルフォーカス。相手にダメージを与え、全属性ダメージを 12% アップさせます。ボルテックス。敵を集めつつダメージを与えます。このダメージはスキルダメージ及び連携スキルダメージとみなされます。トレンドフォース。この武器で連携スキルを使用したとみなし、エナジーを毎秒60チャージ。連携スキルダメージを 12% ずつ上昇させます。フィオナの連携スキルを命中させると CD がリセットされます。メイルストロム。徐々にダメージが上昇し、最大で 26%、物理ダメージを与えると 33% まで上昇します。武器を切り替えると効果がなくなります。アクアシャックル、敵を3秒間拘束し、耐性を 8% 減少させます。合気編成の場合、持続時間と効果量が上がります。ウェルスプリング、自身の最大 HP に応じて属性ダメージが上昇、最大 9%。HP160 万以上でさらに 7% 上昇します。合気編成の場合、自身の耐性値も上昇します。また、3突で一定以下の HP の敵を即殺する効果、5突で即死耐性と特殊効果がてんこ盛りのキャラになっています。幻影の序列に関してもかなり有用な能力を持っていて、敵から受ける CD 倍増のデバフをフィオナの連携スキルで解除することができます。これによって自己率が大幅に減るのと、フィオナの即殺効果も相まってかなり幻影の序列のパフォーマンスは上がると思います。クロディア、リンヤ、フィオナでクロディアボイションを使ってフィオナのボルテックスを連打するという編成でも3000ポイントぐらいは普通にいけるので、3200ポイントも全然狙えると思います。次に使用感を属性別に解説します。この編成はかなり快適でした。リンヤのフィールドの維持や被弾によるワープのストレスから解放されるのと、即死耐性がついて自己死が防げるのも良かったです。ただしマルチプレイでは均衡共鳴なので DPS が落ちてしまう点は注意が必要です。氷編成もスキル回しが事故ることがなくなってかなり快適になりました。ただし耐久性は不破先編成より下がったように感じます。雷編成はリンヤが抜けて回避ができる回数が少なくなってしまうので、かなり使い勝手は悪かったです。棒立ちで殴れる敵は良いですが、暴れ回る敵に関してはかなりしんどいものを感じました。物理編成はそこまで使用感は変わらないと思います。キャラパワーが低いので、フィオナがいてもいなくてもかなりきついです。おおむねどの編成も旧編成より削れば良かったです。特に今は懲役30回をもう少しで超えられないっていう方がかなり多いと思うので、フィオナがいるとそこを超えられるか超えられないかで明確に差がついてしまうと思います。次に恩恵武器としての性能を見ていきます。恩恵フィオナの大きな特徴は、パーティーメンバーを1人リンク状態にして、リンクしたメンバーが発動している共鳴の状態に応じて異なるバフ効果をそのメンバーに与えることができます。均衡共鳴、強行共鳴なら攻撃力、合気共鳴なら耐性値、恩恵共鳴なら回復効果が上昇。さらにこちらから受けるフィオナ武器の回復効果を 50% アップさせます。
現在の編成は強行3、恩恵1で強行がタンクをするという編成がトレンドなので、一番 DPS が高い強行の攻撃力をアップさせつつ、回復効果も上げられるという点でかなり環境に合っているスキルだと思います。回復スキルは回避と連携スキルの2種類で、連携スキルは使うたびに回復効果が 20% アップし、最大で 40% までアップします。連携スキルはかなり回復量が高くて、ココリッターポジションをつけていると、瀕死の状態からシールドを一気に貼れるくらいまで回復できます。回避の回復量はこれぐらいです。使用感としては、三流スキルのおかげで連携ゲージがかなり簡単に溜まるので、すごくスキル回しが簡単でした。キューブの無敵を連打しつつ、回復が欲しかったらフィオナの連携スキルで回復させていくというムーブができるため、かなり使用感は良かったです。恩恵武器としての運用だけで見れば、凸は無凸で十分で、余裕があれば5凸の即死耐性まで取っておくという感じになると思います。ボリションのバフ効果も結構強くて、バフ量としてはココリッタボリションより少し強いぐらいだと思います。フィオナボリションがあれば、ようやくパーティーバフボリションで全て埋めることができるので、恩恵をやるのであれば、ぜひ無凸でも確保しておきたいところです。また、合気共鳴で連携スキルの発動時、耐性値が 4% 上昇し、最大で5スタックするという効果があるのですが、これは固定値で上昇するのではなくて、数値が 4% 上昇するので、そこまで効果は高くはないです。また、HP が 30% 未満の場合、40% ダメージ軽減という効果もあるんですが、これは効果時間が5秒と短く、また CD も60秒とかなり長いので、効果は微妙だと思います。それでは次に、編成ボリション突別の DPS 分析に参ります。まず前提として、正式版では武器とボリションが 5% ずつぐらい強化されているので、それを念頭に表をご覧ください。赤色がフィオナ入り最適編成、ピンク色が旧最適編成、緑色がリンやフィオナの異能編成を表しています。異能編成のボリション構成はすべてセミシロ、フィオナ、リンヤで、クロディア編成だけクロディアボリションを使っています。炎編成はテストでは 6% ほど、正式版ではおそらく 15% ほど旧最適編成より上昇すると思います。正式版ではマルチプレイでもフィオナ入り均衡編成とリンヤ入り強行編成は同じくらいのダメージが出ると思います。リンやフィオナの異能編成が結構強くて、ランを入れるだけでも最適編成の9割くらいのダメージが出せます。氷編成の旧最適編成の数値はサボテン用の特殊なスキル回しで行った時の数値なので、実戦ではもう少し伸びると思います。サボテンダメージでは 4% ほどの上昇、正式版では 14% ほど上昇すると思います。ですがこれはクロディアボリションを前提とした数値で、クロディアボリションがないとさらにそこから 10% ほどダメージは下がってしまいます。異能編成は最適編成の8割くらいのダメージでした。雷編成はサボテンの最高ダメージ編成にフィオナボリションを使っていないので、他の編成ほど正式版での伸び幅はないと思います。おそらく 5% ほど上昇といった感じになると思います。異能編成は最適編成の8割くらいのダメージでした。物理編成はフィオナ入り編成はどれも同じくらいのダメージが出ました。クロディア入りの編成はクロディアボリションがないと 170M ぐらいに下がってしまいます。続いてはボリション別のダメージです。炎編成ではラビーやリンヤなどの2セットで効果を発動できるバフボリションを使えば、正式版でもフィオナボリションとの差は 10% 程度に収まると思います。氷編成はクローディアがないとかなりダメージが下がってしまうという有識事態が起こってしまいました。クローディア編成ではフィオナの代わりにアリスボリションを使ってもそこまでダメージは下がりませんが、クローディアボリションを使わない編成ではフィオナボリションを使わないとかなりダメージは厳しいです。雷編成はサボテンダメージではフィオナボリションを使わない編成が一番強かったです。しかし、セミールエスターとフィオナ編成でほぼ同じくらいのダメージが出ているので、正式版ではフィオナボリション、フェンリル、テンナンという構成が実戦では一番ダメージは出ると思います。物理編成は結構フィオナボリションのパフォーマンスは良かったです。2セットで発動するバフボリションとの差はテストで 18% ほど、正式版では 23% ほど差がついてしまうと思われます。続いては突別の DPS です。5突効果で元素結晶の持続時間が6秒から20秒に上がるんですけど、これはあまり気にしなくてもいいと思います。炎編成でも元素結晶のスタックは4スタックと5スタックを行き来するといった感じでした。DPS 上昇がほぼ6突効果に偏っていて、貫突しないと DPS 的には結構厳しいと思います。ボリションも伸び幅が悪いというか、無突のコストパフォーマンスがかなり良くて、武器を貫突してボリションを無突で確保しておけば、
リーニャの武器ボリション貫突とどっこいどっこいくらいのパフォーマンスになると思います。ここは後で正式版でまた検証して動画を出しておきます。まとめると、最適編成の DPS は旧編成から 10% から 15% ほど上昇。異能編成の DPS は炎編成で最適編成の9割ぐらい、氷雷は8割、物理は最適編成と同じくらい。おすすめの凸はスキル回し最低限が星0、コスパの良いのが星1となっています。それでは次に各編成のスキル回しを見ていきましょう。炎編成で一番ダメージが出る三流スキルの設定は、1にウェルスプリング、2にハイドロフォーカスを設定します。基本的にはアナベラ、フィオナ、ランとスキルを回していくのですが、フィオナに持ち帰るタイミングにちょっとコツがあって、直前のループでランの連携を打っている場合は、8.5 秒ほど、ランの連携を打っていない場合は11秒ほどアナベラで殴ってからフィオナに持ち替えます。管理方法はアナベラのスキル CD を見て、今アナベラに持ち帰ってから何秒経っているのかを逆算してください。また、このスキル回しはアナベラで会心のエナジー回復パッシブがどれくらい出るかでスキル回しが変わってしまうので、あんまり安定はしないです。フィオナに持ち帰る際にエナジーが2本分溜まっていない場合はランの連携をスキップしてください。サボテンダメージは 5% ほど落ちてしまいますが、実戦では1にトレンドフォースを配置していく方がやりやすいと思います。こちらは従来通りエナジーが2本溜まり次第フィオナ、ランとバフをかけ直していくという感じでいいと思います。トレンドフォース型、ウェルスプリング型ともに初動はアナベラのクロスファイアを打ちながらハイドロフォーカスを起動して、連携ゲージが溜まったらまずフィオナの連携スキルを打ちます。その後ランのスキルを打ちながらアナベラに持ち替えて、アナベラ、フィオナ、ランとループを繰り返していきます。氷編成のクローディアボリション編成では、1にボルテックス、2にトレンドフォースを配置します。初動はフィオナ、アリス、イカロスで、イカロスに持ち替えたらトレンドフォースを起動します。するとバックブルーが活性化するのでバックブルーを2回打ちます。ここからはフィオナの連携とスキル、イカロスでトレンドフォースを起動してバックブルーを2回をループして、2ループに1回アリスのスキルを挟みます。イカロスでバックブルーを打つ際はジャンプしながら打ちましょう。アリスのスキルを挟む際はフィオナのスキルの後に挟むとエナジー管理の事故は起きにくいです。クローディアボリションなしの編成では、1にハイドロフォーカス、2にトレンドフォースを配置します。この編成では基本的にアリスとイカロスをループし、3ループに1回フィオナの連携スキルとスキルを挟むというのが一番 DPS が出ました。雷編成では、1にハイドロフォーカス、2にウェルスプリングを配置して、HP が160万以上になったらウェルスプリングを起動します。自分の場合は超電導4スタックで HP160 万を超えるので、そのタイミングで発動していますが、各々のステータスに合わせて調整してください。基本はリニア編成とやることは同じで、初動は意識体が戻ったタイミングあたりでフィオナの連携スキルを打っていくと、その後の CD 管理がちょうどいい感じになると思います。物理編成では、1にハイドロフォーカス、2にメイルストロムを配置します。ウーミーのマジックショー起動と同時にメイルストロムを起動します。武器の持ち替えタイミングはカードハリケーンの3回目が終わった後と、メイルストロムの CD が開けた後にフィオナの連携、クローディア、ウーミー持ち替えとすると、ウーミーの武器の切り替えで余熱値が溜まるパッシブの CD がちょうどいい感じに回ると思います。クローディアの代わりにリニアを入れている場合も同じスキル回しで大丈夫です。各編成のサボテン完全版動画を別に上げていますので、気になる方はそちらも合わせてご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。それでは最後に総評を述べておきます。フィオナは1編成あたりの DPS の伸びは微増といったところですが、幻影の序列やアリシの幻での有用性、恩恵編成でのパフォーマンス、また自分の編成を軒並みパワーアップできると考えたら、かなり総合的にはコストパフォーマンスの良いキャラだと思います。今後も長く付き合っていけるキャラだと思いますので、ぜひ皆さんも引いていただいて、その強さを実感していただけたらと思います。ただし、強いキャラクターは物理キャラクターのグノノが来る可能性が高いので、物理をやっている方はお財布と相談という感じにした方がいいと思います。今後も正式実装後にフィオナの動画や、またテストサーバーで新キャラの動画も作っていきますので、チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いいたします。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。